よし、夏休みの課題終了。なんとか提出期限に間に合いそうだ。そうか、それはよかったな。じゃあさっさと学校へ来なさい。偉そうに。ここ、今はお前にも貸してやってるけど、私の部屋なんだからな。別にいいだろ、偉そうにしたって。課題手伝ってやったんだから。それにほら、お前は学校が嫌いだからな。私が行けって言ってやらないとずる休みしそうだ。ずる休みなんかしない。あ、そうだ。最近、ロボットの擬態が今になって解除されてきてるらしいよ。何？急にロボットの話？ああ、お前は知らないだろうけど、どうやら私がまだ小さい時に高知のロボットに対する風当たりが強くなって製造が禁止されたり、危ないロボットは処分されるようになった時期があったらしくて。それはまあ知ってるけど、それはどうしたんだ？その時期に処分対象となった個体の中には、ただのもののように期待することで身を守って処分を逃れた個体もいたようで、だが最近になってそいつらの擬態が解かれ始めているらしい。そうなのか。要は今までただのものだとして扱っていたのが急にロボットに変形したりとかするんだぞ。例えばお前が普段から使ってるスマホが急にロボ化して、俺は自立した知性のあるロボットだったんだとか言い出すかもよ。そんな携帯操作官みたいな。いいよ別に何に知性があっても。で、なんで急にその話を？だから気をつけろって言いたくて。なんだ、それだけか。それだけとか言うなよ。私だってお前のことが心配だからこうやって常にそばにやってるんだ。ただのごくつぶしじゃないってことさ。そんなに私を心配してくれてるのか？ああ、そうだよ。いつまでもここに居候していることへの罪悪感を和らげるために、心にもないきれい事を言ってまで自分の存在を正当化しようとしているわけでは決してないんだよ。はあ、じゃあ学校行ってくるよ、ベレス。今ベレスって言った？急にドア開けるなよ。プライバシーって知ってるか？何よ偉そうに。ここ今はあなたに貸してあげてるけど、もともと私の部屋なんですからね。でも今は私の部屋だろ。まったく、ノックぐらいしてくれよ。まるで母親に管理されてる子供みたいじゃないか。母親って言わないで、気持ち悪い。いいカロルちゃん。法律上では親子かもしれないけど、私とあなたは親子じゃありませんからね。じゃあノックしてよ。嫌です。今まではノックして、カロルちゃん開けていい？開けるよって許可を取っている間に、そいつが急いで隠れて、あれ確か今勝手に居候している人がいたような気がしたんだけど、気のせいだったかしら？気のせいだったのねっていう茶番をやってきたでしょ。でももうそんなのはおしまい。ベレちゃん。うわー、出た。何が出たよ。人を幽霊みたいに。だって髪が長いから。髪の長い女が怖いなら早くここから出ていくことね。この家にはスーパーロングの人間がたくさんいるのよ。私の妹に、母に、祖母。私も伸ばそうかな。似合わないぞ。聞いてる？許してよ。もうちょっとだけここにいさせて。あなたが家に帰りたくないのは分かってる。でもそれはここに勝手に住み着いていい理由にはならないのよ。この家の水道光熱費は私が払ってるんだから。ミト、お願いだから見逃してやってよ。ベレスがいてもいなくても費用なんて大して変わらないだろう。変わります。あなたトイレ借りてるでしょ。トイレ1回の水道代は2円するのよ。それに部屋に1人でいる時と2人でいる時とではエアコンの電気代も変わる。この暑い日にあなた1人の体温でどれだけ部屋が温まると思ってるの？以前オーゼさんがこう言っていました。人は1人約100ワットの熱を発する。いいじゃないか、100ワットくらい出したって。ベレスは私の学校の課題を手伝ってくれるんだ。トイレ代もエアコン代もそれでチャラにしようよ。何よこれ？学校の課題だ。家系図作り。家系図？あなた墓場の地面から生まれたゾンビでしょ。それがなんだ？そんなんであなたは身元不明な上に記憶も失っていたから、養子にするには家庭裁判所に集積許可の申し立てをしたり、普通養子縁組の手続きをしたりとマジに大変だったのよ。本当にあなたに家系図が書けるくらいの記憶があるのであれば、私があんな大変な思いをする必要はなかったはずだけど。それはそうなんだけど、まあとりあえず見てよ。誰よこいつら？私の家系だよ。ベレスが考えてくれたんだ。ほら、離婚欄までしっかり書かれてるだろ。私は名門一族ブラダー家の子孫なんだ。偽造じゃない。昔の家系図なんてみんな持ってるんだからいいんだよ。よくないわよ。じゃあどうすればいいんだよ。私の身元なんてわからないのに、これじゃあ私だけ課題を提出できないぞ。あ、
DNA 鑑定すればいいのか。そうね。それであなたの親を特定して、そこから血縁者を調べればいいのよ。で、課題の提出期限は、1時間後。あなたは今日からブラダー一族です。じゃあ、私はもう学校行く時間だから。お前なんでいつもそんな被り物被ってるの？なんでって、これのおかげで目がよく見えるようになるし、眩しさやノイズを軽減したり、周囲の音を一定レベルに調整したり、転倒時の衝撃を吸収するセーフティー設計もある。これを被るといろいろなことに集中できるようになる。目もよく見える。よくできたサポートメットなんだ。あと、黒い面取りっていうグリモワールがあるんだ。ナポレオン戦争中に無名の兵士が書いたやつで、当時のフランスのエジプトマニアの影響を受けてるんだよ。うわあ！なんだ！言っただろ、気をつけろって。ここは一体。あんたはここはどこだ？うわ！ここはなんだこの部屋は。この部屋は私の部屋で。お前は何なんだ？何している？何って、今から学校に行くんだが。学校って大勢の癖書きとリレーションシップを築きながら決まった制服を着て私たちロボットへの偏見を植え付ける場所のことか？そうだけど、まあ落ち着け。急に擬態が解けて気が動転しているのはわかるが、お前ロボットだったんだな。そうか、そうだ。私は物に擬態していたんだ。自閉症の子供用サポートメットに。そうなのか。まあ私は自閉症ではないんだが、お前の被り物としての見た目や機能は気に入っているし、日常的に使っているんだ。だからそうだ。このクソみたいな世の中を生き抜くにはこんなことをする必要があったんだ。でももう限界が来て。ただ悪いんだけど、もうちょっとだけ被り物でいてくれないか。もう学校に行く時間でお前のこと被っていきたいから。私を学校の中に連れて行くな。あんたなんでそんなところに通ってるんだ？だって私記憶喪失で無学だから勉強しないといけないんだ。待て、そこのあんた一体なんだよ。あんたこそこそ逃げようとして怪しいぞ。あんたがこいつに学校に行けって言ったんだろ。言ってねえよ。言ってはいただろう。言ったんだな。あんたがこいつの保護者か？違うって。私はここに居候してるただの穀潰しなんだよ。嘘をつくな。どこに子供の部屋に厄介になる大人がいるんだ。なんだよ、好きで大人になったわけじゃねえのに。安心しろ。私はデレスのこと大人だなんて思ってないぞ。なんだと？みんなして私のことバカにしやがって。うるさくするな。ミトに怒られる。もう騒がしいな。いい加減落ち着けよ。なんで今急にこんなことになったんだ。知らないよ。誰か EMP 攻撃した？するわけねえだろ。どうせお前のストレスの限界だ。ストレス？ロボットの私にストレスなど。いや待て、もし私に人間らしく振る舞うための感情プログラムが搭載されているのなら、物のふりをすることで感情の容性と自己同一性の維持が衝突し、ストレスが蓄積された結果、今こうして限界を迎えたのではないだろうか。あ、そうなのか？よーし、冷静になってきた。冷静になってきたらいろいろ思い出した。被り物に擬態する前の記憶。私はあんたのことは知っているかも。なんで？あんたはあの日心臓を撃たれてシーハータク。静かにして。何してるの？カロルちゃん学校は？何こいつ。知らない。ミート、その鶏なんとかしてくれ。そいつのせいでどんだけ髪の毛抜けたと思ってんだ。ほら、ベッドがすっかり私の髪の毛だらけだ。それは今に始まったことではない。カロルちゃん、あの鶏が何？いつも被ってる被り物が変形してああなった。あなた今までなんてもの被ってたの？私何にも知らないよ。私、あんなのと一緒の部屋にいられないよ。だからさ、カロル、とりあえずあれ、学校に連れて行ってくれないか？そんなことできない。うちの学校はロボットの持ち込みに厳しいんだ。
そうなのか？今は多少価値観が変わってるんじゃ。いや、未だに課題に家系図なんか書かせてるんだったが。ああ、ロボットっぽいものは大体禁止だ。ああいう高機能ロボットはもちろん、ロボットザウルスも禁止されている。そんなんでサポートメットをかぶっていくのはセーフだったのか？うん。ポケットザウルスはダメなのに？あと、スマホと iPad も OK。ポケットザウルスはダメなのに？おい、何勝手にごちゃごちゃ喋ってるんだ。お前、ミートになんてことするんだ。もう許さないぞ。いい加減にしろ。こんなところに水風船置いてんのが悪いんだよ。祭りにでも行ったのか？つまり今は夏休みの終わり頃か。ああ、そうだ。今日は連休明けの9月1日。今日学校へ行かないと、もう二度と行けなくなる。なんでだ？私の気持ちの問題。ハランからの電話だ。もしもし、今、うちんちの前、窓の近く？いや、ごめん。学校、今から行こうとしてたんだけど、なんか被り物がさ、そう、それ、私がいつも被ってるやつだそれ貸しなさい。あ、おい！もしもし、うちの子は今日は学校を休みます。もう学校どころではありません。ちょっと！休む理由は課題が終わらなかったからです。おい、何言ってるんだ。そんなんで休めるわけないだろ。ずる休みは歓迎だが、それならもっと真面目に理由を考えるべきだ。それに、そんなふざけた欠席理由を教員に伝え、波乱の気持ちも考えてみろ。じゃあ自分で学校に電話して欠席理由を言えるのかね？眼目症状の出るあんたが。何？よくわからないこと言いやがって。お前が私の何を知っているって言うんだ。何でも知っていると思う。まずこの家系図、あんたが書いたのか？そうだ。それが今日提出する課題だったんだ。こんなの私から見たらすぐ嘘だってわかるね。私はあんたのことを知っている。なんだと？いや、それは誰が見ても嘘だとわかります。いや待って、信じてくれよ。そうだ、まず私はあんたの名前を知っているぞ。あんたの名前はなんだっけ？は？私の名前はカロルだぞ。ん？カロル。カロル。いや違う。違くないぞ。なんだ、私の名前も知らないのか。いやおかしい。おかしくないうわ！何するんだ、話せ。うちでロボットの世話はできません。この野良ロボットはロボット管理センターへ預けます。野良ロボットってそういう意味だっけ？ミト、待って。それはやめてくれ。確かに正体は腹立つロボットだったが、それでも私は被り物だったそいつとずっと一緒に過ごしてきたからか。愛着があるんだ。そうだ。だからミト、ロボット管理センターに連れて行くのはやめてくれ。かわいそうだ。ダメです。そんな。ちなみに今日は休んでいいのか？ダメです。はあ、休む気満々だったのに。ベニちゃんは出ていくように。ああ、泊まる気満々だったのに。ねえ、鶏。これで最後かもしれないから一言だけ。今までありがとう。被り物の姿は本当のお前ではなかったのかもしれない。それでもお世話になった礼を言いたかった。あと、もしお前が管理センターから無事に出られたとしても、私は追いかけることはしない。君が自立した存在なら、これ以上物として扱うわけにはいかないからな。さよなら。あ、待って。何？あんたじゃない。カロルちゃん。何？いい？人間は人間らしく道徳性のある行動をとるべきです。人間らしい道徳性のある行動って？嘘を書かないことです。はい、課題ですね。あ、もしもし？